ここが好きだよ日本人へようこそ。街に出れば日本食だけではなく、さまざまな国の料理が食べられる現代の日本。今日は中華、イタリアン、フレンチ、何を食べようかななんて考えるのも毎日の楽しみの一つですよね。そんな日本には日本風にアレンジされた海外の食べ物がたくさんあります。今回はそんな日本発祥のパスタ料理についてお伝えします。海外の人があまりの美味しさにそのイメージが覆ったというそのパスタ料理とは一体何だったのでしょうか。こんにちは。私はカーラ。フィレンチェ出身の23歳。小さい頃から歴史が大好きで、最近ではいろいろなものの成り立ちや名前の由来とかを調べるのが趣味なの。たまにふと、これってなんでこういう名前なのかしらって思うことはない？私はそういうふとした疑問を放っておくことができないのよ。だから今、大学でもそういう研究をしているわ。言葉や名詞の成り立ちってとっても面白いのよ。人類の歴史そのものって感じね。最近特に面白いと思ったのは日本の漢字ね。元は中国から伝わったらしいんだけど、漢字を崩したものがひらがなになったりカタカナになったり、日本流に発展していってるのもとっても興味深いの。漢字もパーツごとに名前があるのもあって、それぞれに意味があるのよ。部首とか作りって言うんだけど、カテゴリー分けされているみたいで、日本人ってこういうところも几帳面なのかしらっていつも思うわ。だから研究を進めていけばいくほど、私は日本にとても惹かれていったわ。言葉において日本ほど美しい国はないと思ったの。私たちイタリア人が使うイタリア語や世界共通語ともいえる英語では基本的に雨は雨だけど、日本では同じ雨でも降る時期や状況によって呼び方が違ったりするのよ。例えばさみだれは別名梅雨とも呼ばれているけど、5月頃に降り続く長雨のことを指しているらしいわ。他にも狐の嫁入りっていうのもあって、日が照っているのに雨が降る、俗に言う天気雨のことらしいわ。天気雨を狐の嫁入りっていう怪談チックな呼び方をしちゃうセンスにも脱帽だわ。そうしているうちに私は日本語の虜になっていったの。研究対象としてこんなにハマるものは生まれて初めてだったわね。日本語の研究を始めて1年半くらい経った頃、私はどうしても日本に行ってみたくなったわ。実際の日本での生活の中で研究を進めていきたいと思うようになったの。私はすぐに日本への留学を決めたわ。ただ一つ心配なことがあったの。それは食生活よ。私は小さい頃から好き嫌いが多くて、特に海外の食べ物がどうしてもダメなの。パスタは大好きだし、フィレンツェにもお気に入りのお店がたくさんあるんだけど、お米はあまり好きじゃないし、タイ料理のタイ米なんかは何度もトライしたけど食べられなかったわ。それに何より一番許せないのはアメリカ風のケチャップってやつよ。ちゃんとバジルやオレガノを入れて作ったトマトソースは許せるんだけど、ケチャップは嫌なの。アメリカナイズされた味って感じでどうも受け付けないのよね。でも日本はとってもご飯の美味しい国って聞くし、実際に日本に留学していた友達なんかもすっかり日本食にハマって帰ってきたから、なんとか食べられるんじゃないかって思ったの。日本に留学したからといって日本食しか食べられないなんてことは今の時代ないと思うし、何より調べたら日本にも美味しそうなイタリアンのお店がたくさんありそうだったの。日本風のイタリアンっていうのも悪くないかもしれないと思いながら、私は日本へ旅立ったわ。実はイタリアの食にこだわる人ってとっても保守的なの。うちのパパとママもそうなんだけど、ローマにマクドナルドができたことが許せないとか言って
伝統的な食文化を守ろうとしてスローフード運動が始まったくらいなのよ。私も食べることにはこだわりはあるけれど、そこまでではないわ。マックも食べるし、ファストフードも好きよ。まあケチャップだけは抜いてもらうけどね。日本に到着してからは毎日街に出て歩いている人たちの話していることに耳を傾けながら過ごしたわ。私なりのフィールドワークってやつね。若い子が話している流行の言葉やその地域独特の方言なんかも私の好奇心を刺激したわ。日本の女子高生って本当に言語に対して敏感なの。何でも略してしまうし、新しい言葉や流行語なんてほとんど女子高生や若い子たちが発信源と言っても過言ではないわ。しかもそういう流行語って若い世代だけで使われて終わるんじゃなくて、テレビで使われたり、場合によってはニュースとかでも使われるようになったりするの。日本の若い子たちはクールジャパンの担い手なのかもしれないわね。実は言葉だけではなく食べ物に関してもそれが当てはまるのよ。流行りの食べ物なんて女子高生に受けるかどうかで売れるか売れないかが決まっているような感じだわ。日本の大学では日本人向けのゼミにわざと入ったわ。もっともっと日本語を日本人に近い環境で学びたかったし、何より私はそこでも十分やっていけるほど成績が良かったの。日本の大学生は真面目な人もいればそうでない人もたくさんいたわね。日本では大学は人生の夏休みなんて言われているらしいの。確かに休みも長いし自由な時間も多いけど、それをどう使うかは自分次第ってところだものね。そんな充実した学生生活を送っていた時にたまたま街中でインタビューした女子高生に不思議な話を聞いたの。その子曰く、友達とゆっくりおしゃべりがしたい時はファミレスに行くらしいの。ドリンクバーもあってご飯も安いしスイーツなんかも充実している庶民の味方みたいなレストランって聞いたわ。ドリンクバーは時間無制限だし、ゆっくりジュースやお茶を飲みながら友達と楽しむんですって。特にその子が興奮して話してくれたのは、パスタやピザなんかの料理に特化したイタリアンメニューがたくさんあるファミレスについてだったわ。イタリア出身の私にしてみれば無視できない話だったわ。日本に来てからは自炊ばかりであまりお店でイタリアンを食べたことがなかったし、何よりそんなにリーズナブルだったら私も頻繁に通えるんじゃないかと思ったの。そろそろ母国の料理が恋しくなってきていたし、イタリアで食べていたような本格的な味でなくても多少はしょうがないと思えるようになってきていたから、そういう気軽に通えるお店が欲しかったの。私は早速ランチをしにそのお店に行ってみたわ。チェーン店らしく調べてみたら大学の周りにもたくさんの店舗があったの。ランチメニューにはなんとメインの料理にサラダ、おかわり自由のスープにドリンクバー付きで600円って書いてあったわ。衝撃的な安さだと思ったわ。しかも日本にはチップ制度はないんでしょ。イタリアでもほとんどチップは渡さないけど、こんな値段で食事ができて店員さんもとっても感じが良くて思わずチップを渡したくなるほどだったわ。私はランチメニューのパスタの欄に一番大きく載っていたナポリタンっていうのに目を奪われたわ。そんなパスタ、イタリア人の私でも今まで見たことも聞いたこともなかったの。しかもそこには私たちイタリア人が嫌うケチャップっていう言葉が書いてあったのよ。私は写真を見て思ったわ。もしかしてこのパスタケチャップで味付けされているんじゃないかって。とっても失礼かもしれないけどおかんがしたわ。世界中にはいろいろなイタリア料理の食べ方があるってのは知っているわ。でもイタリア人にとって最も受け入れがたいのはパスタにケチャップをかけることよ。だからナポリタンっていうのは私たちからしてみれば邪道中の邪道って感じなの。気になってその場で調べてみたら、ナポリタンっていうのは日本発祥のパスタ料理なんですってね。私はとっても悩んだわ。日本に来たからには日本風のものを食べてみたい気もしたけど、ケチャップは嫌だなと。
かなりの時間葛藤したの。その時ふと日本人の友達の話を思い出したわ。その子は寿司が大好きで、実家も老舗のお寿司屋さんだったの。海外に留学した時にどうしてもお寿司が食べたくなったけど、実家で食べていたような店は学生には値段が高すぎるし、リーズナブルなお店ではマヨネーズが乗ったロール寿司が多くて、最初は抵抗があったって。でもロール寿司も食べてみると美味しくて、留学中に一番捨てた方がいいものは固定概念だってアドバイスしてくれたのよ。だから私は思い切ってみることにしたわ。何よりこのレストランはとってもリーズナブルなんですもの。もしどうしても口に合わなかったら本当に申し訳ないけど残してしまおうと思ったの。どちらにせよ600円でいい経験ができると思えば喜んで払おうと考えたわ。文献を買うより安いんですもの。せっかく日本に来たし、後でいい思い出話にでもなってくれればと思ったわ。注文をしてから席に料理が届くまでとてもドキドキして待っていたわ。目の前に置かれたナポリタンは私の予想通りケチャップで和えられたような赤い色をしていて、ソーセージやマッシュルーム、上にはパセリと粉チーズがかかっていたの。私はちょっとひるんだけど、せっかく注文したから恐る恐る口に運んでみたわ。アルデンテの茹で加減にケチャップの甘みが口の中に広がって食欲が刺激されたわ。ケチャップも私が思っていたような感じではなく、きちんとソースとして味が調和していたの。しかも粉チーズが最高のアクセントになって、気づいたらペロリと完食していたわ。あんなに食べるか葛藤していたのに、食べ終わる頃には大盛りにすればよかったなんて思っていたの。生粋のイタリア人のパパとママに言ったら顔をしかめそうだけど、ナポリタンは間違いなく私のお気に入りになったの。何より今まで固定概念で否定していたものに挑戦して克服したような気分でもあったからすがすがしかったわ。それからというもの、そのレストランだけではなく、いろいろなお店のナポリタンを食べて歩いたわ。目玉焼きが乗っているものや、薄焼き卵に包まれているもの、鉄板に乗って出てくるもの、本当にたくさんのアレンジがされていたわ。雰囲気のある昔ながらの喫茶店なんかでもナポリタンを出しているお店もあって、日本人に愛されている料理なんだと思ったわ。今では私のブログはお気に入りのナポリタンの写真とお店の情報でいっぱいなの。ブログの題名はケチャップ嫌いのイタリア人によるナポリタン日記よ。諸説ありますが、日本で初めてナポリタンを提供したのは横浜のホテルニューグランドと言われています。最初はただの付け合わせだったのですが、戦後に具材を追加し一品料理として成立したそうです。日本の老若男女に愛される優しい味をぜひ海外の人たちにも味わってほしいものですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。